丈夫かな。はい、皆さんこんにちは。川島のえるです。よろしくお願いいたします。本日より、YouTube を始めます。よろしくお願いします。はい、川島のえるでございます。自己紹介だったりとか、なぜ YouTube を始めたのかとか、いろんなことをお話ししていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。暑いです。脱ぎます。ノエルの隙間時間という名前でこのチャンネルを開設させていただく運びとなりました。こうして、YouTube をソロで始めるっていうのも一つの挑戦なのですが、こういうことができるようになったのもすごく嬉しいことですし、ソロで YouTube をやる意味だったりとかっていうのもね、後ほどお話ししたいと思いますので、そちらの方までね見ていただけたらと思います。まずは最初自己紹介をして、その後になぜ YouTube を始めたかったかとか、これからどんなことをしていくのかとか、そういうことについてですね、ちょっとお話ししたいと思います。僕、本業アイドルをやらせていただいております。アイドルとしての川島ノエルというものを、知ってくださっている方が多分こうして YouTube のチャンネルが開設された今ですね、見てくださっている方が多いのかなと思いますが、僕自身ですね、YouTube だったりとかを夜にですね、寝る前とかにバーって見たりとかしてる時に、なんか気になる YouTube ショーツだったりとか動画がおすすめに上がってきて、なんかちょっと好きだなってなったらいろいろ遡ってですね、最新のものから一番古い動画ぐらいまで全部見漁っちゃうみたいなタイプの人なので、もしかしたらこの動画が未来のどなたかにね届く可能性があるということで、改めてこちらで私川島ノエルがどんな人間なのかというのを自己紹介させていただければなと思います。知ってくださっている方は、そんなの知ってるよということもいっぱいあると思いますが、ぜひ、お付き合いいただけたらなと思います。小さい時にですね、小学1年生の時にダンスを始めまして、ヒップホップダンス、ジャズダンスから入りまして、ダンスを続けていく流れでですね、子役もやらせていただきました。小学3年生ぐらいの時にですね、芸能界入りをしたわけなんですけれども、エキストラみたいなものから劇団四季のヤングシンバ役だったりとか、いろんなものをやらせていただいて中学生になりまして、でその後ですね、アイドル活動を始めさせていただくということで、アイドル歴でいうと17年目になっております。そんな私川島ノエルですね、YouTube を始めたいって思ったのはですね、アイドルとしての自分もそうですし、完全プライベートの自分もそうなんですけども、その間の部分ですね、本業のアイドルだったりとか自分が目指しているものっていうところにプライベートの時間を切り盛りしてできたこの時間で、その子を育てるみたいなやり方を僕個人としてはとっておりまして、このプライベートである自分なんだけど本業の自分を育成するために使っているこの時間っていうものをノエルの隙間時間という形で動画として日記のような形で残していきたいなと思っております。自己紹介といたしましては、小さい頃からダンス始めて子役を経験して、その後アイドルとして今29歳の自分までずっと続けさせていただいているという、そんな人間です。そして今現在はですね、自分の会社がありまして、その自分の会社の代表取締役として川島ノエルが存在しております。アイドル川島ノエルというものをマネジメントする会社ということで、自分自身で、会社を立てまして、本業のアイドル川島ノエルというものとグループ活動以外の個人活動の部分も支えるというマネジメントの仕方をする、そんな会社を立てさせていただきましたので、現在は代表取締役の川島ノエルでもありますという、今そういう状態でお仕事をさせていただいております。テレビに出させていただく機会では、例えばクイズ番組だったりとか、いろんな番組のロケだったりとかに参加させていただくことが僕個人としては現状多いので、こちらで僕を知ってくださっている方はですね、クイズやる子でしょとか、多分いろんなイメージがあると思うんですけれども、テロップとかで宅地建物取引士とかいろいろ書いてあって、一応資格も国家資格もいくつか持ってます。完全に最初は自分の趣味でと言いますか、将来的にお仕事につなげたいとか、この世界で生きていくために必要な肩書き勲章という意味合いで試験勉強をして独学で取るっていうのが楽しかったからやったんですけども、結果的にお仕事の幅がすごくそれで広がったっていうのもありまして、2018年かな、受けた宅地建物取引士という資格を一応資格としては持っていますし、宅建証を身分証明書代わりにも使えるような、自分でいます。また新たな道筋を示してくださった先輩方のおかげで、当時青山学院大学を卒業したというだけで満足していた自分に何かしら資格を取った方がいいんじゃないかとか、自分の武器になるものがあった方がいいんじゃないかと宅建を取ることを決意して、一度決めたことなので絶対に取りたいなということで、10ヶ月ぐらいですか、こういう
こういう感じでテキストを買って何度もやり込んで、こういう感じですね。もうバーって内容を書き込んで、当時の自分は言葉は選ばずに言うとですけど、死に物狂いで頑張った過去がありまして、勉強してる最中はすごい楽しかったし、でももし万が一これだけ勉強したのに取れなかったら多分すごく喪失感もあるんだろうなとか、いろいろ考えながら受験をしたんですね。でもその宅建を取った後にですね、本当にごく一部ではありますが、そういう国家資格を取るっていうことは、もしかしたらアイドルをやめて次の道に進むんじゃないかとか、アイドルというものがもしダメだった時の保険として資格を取ってるんじゃないかとか、いろんなことを想像させてしまった自分もいまして、でも自分的にはこのアイドルというお仕事を続けていくために何かしら武器を持っていた方がより動きやすくなるなという思いで宅建を一生懸命取りましたと。その成功体験が自分にとってはすごく大きかったということもあって、いろんなものに挑戦するのがとても好きな人間になっております。去年とかは国内旅行業務取扱管理者っていう旅行関係の国家資格を取ったりとかで、今年は総合旅行業務取扱管理者っていう国内バージョンじゃなくて全世界バージョンのその旅行関係の資格も取りたいなと思って勉強している最中でございます。資格が自分の人生にどう生きるかとか、その資格を取ったことで何を学んだかとか、いずれお話ししたいなとも思いますし、5、6年前の自分に今の自分だったら結構いろんなアドバイスをしてあげられると思うんですけど、やっぱり当時の2017年8年の自分は未来がまだ見えない状態だったし、今の自分で本当に満足できているのかと疑心暗鬼になるような時期だったので、そういう方々もきっとこの世界にはたくさんいらっしゃるんだろうなと思いまして、何かしらアイドルとしての自分とプライベートとしての自分のこの狭間のノエルの隙間時間というもので何か届けることができればいいなと思っております。でもう少し自己紹介が続くんですけれども、結構僕自身タフなんですよ。それこそね、応援してくださっている方々には、なんでそんなに時間あるんですかとか、なんでそんな体力あるんですかとか、いろんなことを褒めてもらえるというか言ってくれるんですけど、それも自分のルーツにすごくつながってまして、小さい頃から小学1年生の頃からダンスをやってたっていうのもそうですけど、ダンス以外にも小学校の間お父さんと一緒に自転車で静岡のおばあちゃん家まで行くとか、2泊3日とか3泊4日とかかけて行くっていうのを夏休みの自由研究にしたりとか、2から4キロぐらいの砂浜をですね、毎朝朝ごはんを食べる前に散り込みをするみたいな、そういうちょっとど根性みたいな特訓っていうのかながルーティーンでもあったので、続けることとか、ちょっとは無理するかもしれないけど、その無理をしたおかげでつく心だったりとか体の筋力が今でも少し残ってるのかなっていうので、自分はタフなんだろうなって思ってます。小学1年生から3年生までプリントで自分で勉強するタイプの塾みたいなものに通っていたんですけれども、小学校の3年間の間で高校2年生までの数学を修了しまして、長い間数学っていうものでは学校の勉強とか試験ではつまずかないぐらいには余裕を持って他のことに時間を割けるっていう経験もしたので、自分はすごい勉強が大好きなんだとか、勉強めっちゃ得意じゃん自分っていうよりかは、通常のペースで何かを進めるというよりも3倍速4倍速で1個のものにすごく集中して、そのタスクを早めに未来の分まで終わらせて、そこで浮いた時間で何か別のことをしているみたいなタイプの人間です。もちろん体力的にだったりとか精神的に疲れてしまってお休みいただく期間だったりとかもきっとあるとは思うんですけれども、なるべく家にいる間はリラックスできるような環境を整えて、明日の自分のために今日の疲れをここに置いていこう、お風呂だったりとかベッドだったりとかに自分の疲れを置いていこうっていうような生活をしてますので、元気なんですよね、常に基本的には。今やってることが本当に自分に合ってるのかなって迷う時もありますし、常に最良の状態でいられるわけではないんですけども、でもその分自分では満足のいくような生活人生を送れるように日々何かしら動けたらいいなと思って動いているのが川島ノエルの本質の部分なのかなと思います。
だからなんですよ、この YouTube を始めたかったのは。結構隙間時間っていうものを有効活用して、その浮いた時間だったりとか空いてる時間でなんか別のことをするのが、何かしら新しい経験を積んでいくっていうことがすごく好きなので、ソロで YouTube を自分のペースで更新したい頻度で更新していくっていうことができたら、きっと自分の中に溜まっているものだったりとか、自分の中で何か移り変わっていく価値観だったりとか、そういうものを日記のような形で残していけるんじゃないかなと思っているので、グループの YouTube の中ではやっぱりアイドルの川島如恵留としてちゃんと存在していたいですし、他のお仕事ではやっぱりアイドルの自分として存在していたいので、それ以外の本当にノエルの隙間時間の部分を動画を見てくださってる皆様と楽しんでいけたらいいなと。そしてその中で何か皆様から僕自身が吸収できることだったりとか、逆にお届けできることがあれば、それはすごく幸せなことだなと思い、このソロチャンネルというものを開設する決意ができました。本当にたくさんの打ち合わせを重ねて、何がならできて何はできなくてとかあったんですけども、打ち合わせしてる最中とかもこうして撮影するのもそうですし、ちゃんと動画が上がるって、ネットの海に川島如恵留の隙間時間が流れていくっていうことがすごく楽しみで、ずっと頭の中でそれを考えていられたから、打ち合わせだったりとか資料作りだったりとかっていうのも楽しんでできたのかなというふうに思います。ですのでアイドルとしてじゃない部分がたくさん見えるチャンネルだと思いますし、逆にそれを打ち出していくことが今の僕にはとても大事なことだと思うので、いろんな意見が出たらすごく嬉しいなと思ってます。この2024年4月14日の現在、グループの中で僕一人だけなんですけれども、きっと他のメンバーもソロチャンネルやりたいって思ってる人もいると思うし、 YouTube 以外にもいろんな媒体で自分はこのプラットフォームだったら合うんじゃないか、これだったらやりたいことが叶うんじゃないかとか、いろんなものをきっと探している最中だと思うんですね。でその探している最中にノエルがこういうことを始めた、これができるという前例ができたってなったら、次他のメンバーがやりたいと思ったことがやりやすいっていうのもそうだと思いますし、逆にこれやってみてちょっとここ後悔してるんだよねとか、こういう風にすればもっと良かったかもねみたいなものがいくつかきっと発生するので、それをしっかりと共有して、トラビスジャパンというコミュニティの中でそれぞれが自分のワクワクすることに毎日向き合えるような基盤を作っていけたらいいなっていう思いも、僕自身多分まだまだ知られていないことがたくさんありますし、きっといろんなイメージももちろんありますし、その中でノエルの隙間時間というこのチャンネルが誰かにとってのエンターテインメントになったら、それはすごく幸せなことだなと思うので、もしよろしければこれからも動画を見ていただけたらなと思います。実はこのチャンネルはですね、収益化をしない方向で、しばらく進めていきたいと思います。ちょっといろいろ理由があってですね、これ挑戦的なことなんですけれども、僕の所属している事務所がですね、いろいろと変遷期といいますか、いろいろと挑戦を今している最中でですね、契約の形態がいろいろ変わったりとか、あまり詳しいことはお話しできないんですけれども、個人としてやりたいことをどんどんできるような環境に移り変わりつつあるということなので、その中で自分のやりたいことだったりとか目指していることっていうものをより現実にしていくために、何か動く必要があるなと僕は思っているんですね。何か自分がこれをやりたいって言っても口でやりたいって言うだけじゃ叶わない時代になってきてるなっていうのが一番大きいです。ただやりたいってもちろん言うだけはただだし、言って思いが伝わって、それが結果何か誰かの助けによって成立すれば、それってすごく幸せなことですけど、なかなかその確率も大きくはないですし、君がやりたいっていうなら一緒にやろうよって言ってくれる人が全員が全員いい人かどうかもわからないじゃないですか。もしかしたらやりたいって言ったことに乗っかっていろいろやっていく中で、なってほしくないけど詐欺にあったりとか、嫌なこともしなきゃいけなくなったりとかっていうことだって起こりうるから、もしそういうことに自分が巻き込まれたとしたらすごく後悔すると思うんですね。やりたいって言うだけ言って、自分は特に何も勉強したりとか調べたりとかせずに、とにかくついていこうっていう風に動き続けてしまうと、いつか怖い夢見るかもしれないなって、もしかしたらこれって社会に対しての不信感を持ちすぎてしまっているのかもしれないんですけど、その可能性だってなくはないなって思うので、だったらできるところまでまずは自分で始めてみよう。全部費用ももちろんですし、制作費ももちろんですし、いろんなものも全
全部自分持ちで一から始めて、その一から始めたことの中で出会った人だったりとか、出会う新しいことを楽しみながらやっていけたらいいなと。本当に例えばですけど、もしこのチャンネルを収益化するってなって収益化していたとして、それに付け入られたりとかお金儲けが目的なんでしょうとか、なんかこう僕の本当にやりたいビジョンとまた別の場所で変な憶測が生まれたりとか、変な風に思わせてしまったりとかしたら、それが一番悔しいというのもあって、あくまでも自分がやりたいことを体現するために、夢を叶えていくために、その第一歩としてまずは自分で動いてみようということで、このチャンネルを開設させていただいております。時期が経てば、いろんなものを信用できるようになったりとか、誰かに甘えてみようっていう風な気持ちになれる日が来るかもしれないじゃないですか。そうなったらそのタイミングでちゃんと所属事務所との紐付けもちゃんとすることにして収益化するってことがなくはないっていう感じなんですね。 YouTube を始めるにあたってやっぱりお金のこともすごく大事だと思うし、制作費だったりとかランニングコストで自分が苦しくなるぐらいだったらやらない方がいいっていろんなアドバイスもいただいたんですけど、僕個人としてはやっぱり貯金とかも好きだったし、ある程度ちゃんと YouTube っていうものを始める、一つ大きな企画を始めるってなった時に使えるためのバジェットはちゃんと手元にあるので、これを使って川島ノエルというものを一つのプロモーションという形で世間のいろんな方に見ていただいて、なるほどこういう人なんだ、じゃあ一緒に仕事してみたいとか、じゃあこれ任せてみたいとか、もしかしたら君の夢が叶うようなことが自分たちにできるかもしれないっていう風に川島ノエルという存在を好きになってもらえたら、より仕事もしやすくなりますし、信じられる人たちに出会えたんだっていうマインドにすごくなれるんじゃないかなって。だから今はこのチャンネルで収益を得るのではなくて、このチャンネルでテレビだったりとかコンサートだったりとかとはまた別の川島ノエルというものを届けられたら、そして受け取っていただけたら、その先でこの人なんかちょっと好きかもとか、自分は嫌いだけどなんかいいこと言ってたよね、なんか鼻につくねぐらいのいろんな価値観がこの画面を通して皆様に感じていただけたら、このチャンネルの意味がすごく出るなというふうに思っています。2020年ですね、コロナ禍ですね、おうち時間が、自宅待機の時間がすごく長かったあの時期にですね、当時のジュニアが自分で動画を作ってアップロードできて、いろんな方に見ていただけるというプラットフォームが当時あったんですけれども、そちらの方で手話動画というものを47日間かな、計50本、最初の1日目2日目3日目は2本ずつ上げたので47日間ですね、毎日投稿という形で手話を僕川島ノエル勉強するので、もしよかったら一緒に勉強しませんかっていうような動画をですね47日間上げていた時期があったんですね。でその時にこう自分で携帯電話のインカメ機能を使って動画を撮って iMovie で編集してテロップをつけたりとかカットしたりとかいろんなことをして、そのウェブ上のプラットフォームに掲載をさせていただいておりました。それが僕個人としてすごく楽しかったし、自分の性格的にマッチしてたんですよね。自分で何かを撮ってで誰かとそれを共有して、その共有した先にじゃあ自分もやってみようかなとか、その動画の先に心が動いたよって思ってもらえるんじゃないかって思って自分の時間をいっぱい使いながらですけど、これが自分にとってはすごくやりたかったことの一つだったんですね。小さい頃からダンスめっちゃやってて、子役もやってて、アイドル今やってて、言ってしまえばこう自己顕示欲の塊だし、承認欲求でできたみたいな人になるわけですよ、自分自身が。皆さんがどうかわかんないですけど、僕はこう自分のことをそういう人間なんだなと、自認してるレベルで見てもらいたいっていうのとか届けたいっていう思いがすごい強いんですね。お仕事でアイドルとしての川島ノエルと完全プライベートの川島ノエルのこの境目って一枚の板じゃなくて、もう空間として多分広がってるここの部分までもお届けできたらきっともっと楽しいだろうなって。で多分ここの部分を動かせるのって、届けようってできるのって一歩引いた自分の中の自分しかいないと思うんですよ。その人のある種のプロデューサーとして、マネジメント側の人間として育ててあげたら、本業の方もより育つと思いますし、育った方の自分でよりいろんな方に楽しんでいただけるんじゃないかと。だから自分が楽しいと思ったワクワクした思いをソロの趣味の一つとしてできたらいいなと思ってます。
ます。だから届いてくれたら嬉しいです。そしてもしですね、不定期ですしどういう頻度になるか全然わかんないですけど、動画を上げていける箱が今できてる状態なので、もしこの先もノエルの隙間時間というこのチャンネルに上がっていく動画を楽しみにしていただけるのであれば、この収益化もしていなくて、そして趣味でやらせていただいているこのチャンネルにすごく大きな意味が出ると思いますし、僕個人川島ノエルとしてもとっても嬉しいので、かなり不定期にはなると思いますが、見ていただけたら嬉しいなと思います。そしていつかどこかでお仕事だったりとかいろんなところで関われたらそれもそれで嬉しいですし、動画を通して自分だったらこうしてみるかなとか、なるほどね、もうちょっと一理あるじゃん真似してみようかなとか、いろんな風に心が動いてくれたら一人の人間としてとっても嬉しいなと思います。そして話は変わりまして、これからこのチャンネルで具体的にどんなことをやっていくのかなっていうことをお話ししたいなと思います。気になってくれてたら嬉しいですし、気になってない人は多分ここまで見てくれてないんで気になってくれてると思うんですけど、多分僕いろんな顔があると思うんですよ。表に出てる時とか、それこそグループとしてアイドルやらせていただいてる時の自分と、テレビでクイズ番組だったりとかいろんなところに出させていただいてる自分と、多分そのいろんなお仕事の中で自分っていうものを 100% 表現できてるかって言ったらまだまだ全然そんなことはないと思ってて、 20% とか 30% しかないんじゃないかなと思ってます。むしろ逆にそれだけ出せていれば御の字というぐらい、名前は知ってるとか顔は知ってるとか、なんか誰々と同じグループの子でしょとか、そういう風な形で僕を知ってくださってる方もいらっしゃると思いますし、お前なんて知らねえよ誰だよみたいな人もあってもちろんいらっしゃると思うんですけど、実はこんな趣味があったとかこれができるとか、いろんな知らない部分がきっとあるはずなんですよね。例えばじゃあ指ここまで曲がるんだよとか、こんなの多分知らない人の方が大数だと思いますし、実は麻雀めっちゃ勉強してるんだよとかも多分初めて言ったことだと思うので、知らなかった、ノエル君のファンなのに知らなかったって方だってたくさんいらっしゃると思います。いろんなことを学ぶのが好きなんですよ。知るのが好きなんですよ。体験するのが大好きなんですよ。人生1回しかなくて、わかんないですけど80年とか100年仮に生きられたとしても、アイドルという職業をやらせていただいてる自分が他の職業についていないと得られない経験とかってきっと得られないと思うんですよね。今からめちゃくちゃ勉強すればなれるかもしれないですけど、お医者さんだったりとか弁護士さんだったりとか、この資格がないとこの職業にはつけないよというようなお仕事を僕は多分自分の人生で経験することはきっとないんだろうなと。だからいろんな人の話を聞くのがすごい好きだし、その話を聞く中で、あ、なるほどね、そういう風に思うんだ、なるほど、そういうことができるんだ、それって楽しいの、どうなの、あ、なるほどね、自分だったらこういう風に楽しむなとか、自分の人生じゃ得られない楽しみ方だよねとか、いろいろそうやっていろんな方とコミュニケーションをとって、その方の人生の中の経験値というものを少し分けてもらうっていうのがすごく好きなんです。そういう風に自分の中にいろんな価値観を溜め込んで、その価値観を川島ノエルという自分のフィルターを通してみて、通した後に残ったものを自分なりに形作っているものが今の僕の価値観で、この価値観の中にあれもやってみたいな、これもやってみたいながたくさん詰まってるんですよ。このたくさん詰まってるものの中から、あれこれだったらもしかしたら自分にもできるんじゃないかとか、あれこれだったらもしかしたら自分も勉強して楽しめるものなんじゃないかっていうものが30年近く生きてると見つかるんですよね。今の自分はそうやっていろんな価値観を身につけてきて、本業以外で楽しめることをプライベートに取り込んで自分の人生を豊かにしている最中、楽しんでる最中なんですよね。例えばそれこそ分かりやすくゲームだったりとか、ボードゲーム謎解きとかももちろんそうですし、クイズももちろんそうですし、競技性のあるボードゲームという形で麻雀だったりポーカーだったりとか、状況を読んで自分の持っているものと相談しながら勝てるように動いていくのかみたいなゲームがすごく楽しいって思って今勉強してる最中です。もしかしたらいつかそれこそ麻雀だったりとかポーカーだったりとかがお仕事になったらすごく嬉しいなと思いますし、もちろんクイズもそうですし、趣味の資格勉強のことに関してもそうですし、いつかやりたいなと思っている本の出版だったりとか、エッセイの連載だったりとか、いろんなそういったものがお仕事としてできたらすごく嬉しい。こうして携帯がどんどん変わっていく中で、個人のやりたいことを目指しているものというところを応援していただける形に徐々に姿を変えている今だからこそ、趣味の中で終わらせるのもったいないなって、この趣味の部分をお仕事にしたいなっていうのがすごく大きいところです。やっぱり先輩方を見ていても、いろんな方を見ていてもそうですけれども、好きなことをお仕事にできている人がすごく輝いて見えるんですよ
よね。テレビで歌って踊ってミュージックビデオだったりとかで素敵なものができて、もちろんそれが自分の本業だからそれが一番にやりたいことだけど、そのやりたいことだけもしずっとやり続けたら、それを好きだと言ってくれる方にそれを届けるためだけの人になっちゃうなって思ったんですよね。もちろん自分の持っている要素のほんの一部分だけをかなり高く評価していただいて、その一部分だけで生きていけるっていうのも才能だと思いますし、努力も必要なことだと思いますし、とってもすごいことなんですけれども、僕はすごい貪欲だからいろんなことやりたいし、いろんなとこ見てほしいし、いろんなことを経験していい人生だったなって終わりたいんですよ。だから自分一人の趣味でここまでって決めて終わらせるのも悪くはないかもしれないけど、自分にとってはねえねえ見てみてとか、ねえ楽しいよ一緒にやろうよとか、こういう人生の楽しみ方あるよ、遊び方あるんだよっていうのをやっぱり発信したくなっちゃうし、その発信したものを受け取ってくれた人が全然好きじゃないと思ったけど楽しかった、やってよかったよとか、その考え方真似したら人生なんか気楽になった、楽しくなったみたいに思ってもらえたらめっちゃ嬉しいじゃないですか。僕は嬉しいと思うんですよ。そういうタイプの人なんですよ。もしかしたら半年後の僕がすっごい嫌なこととかにぶち当たっちゃったりとかして考え方が変わったりとか、じゃあ逆にもっと楽しいことが見つかったりとか、もっとやりたいことが見つかって、じゃあそれをやるために今はすごく時間が必要だから他のことは一旦ここでセーブしとこうみたいになる未来だってあるかもしれないけど、少なくとも今の僕はねえねえ見てみてがやりたいんですよ。だからいろいろ見てほしいし、いろいろ届けたいんですよ。見てみて届けたいんだよってやりながら動画の収益でお金ゲットって今はやりたくないというか、なんだろう、それって本当に見てみてだけなのかなっていう、その純粋な共有したいんだよねっていう思いを受け取ってもらえたらいいなって。いつかは教育系の CM だったりとか、教育系のなんか案件みたいなこととかもやってみたいなって、イメージキャラクターみたいなのもやってみたいなって思うし、本とかも書いてみたいし、連載もやってみたいし、ボードゲーム関連とかゲームだったりとか、そういったものがお仕事につながったらいいなとも思いますし、まずは自分を知ってもらう箱として、プラットフォームとしての YouTube のローンチであって、その先で出会ってくださった方、すでに出会ってはいたけど今までそんな川島ノエル知らなかったっていうようなノエルに出会ってもらえたら、この毎月何十万ってかかる YouTube のコストもペイできるなって思うんですよね。だからあくまでも、一言でまとめてしまえば PR、 自分自身の PR、 アイドルとしての川島ノエルの PR はもうそれが本業だと、そしてそれをずっとやってきたんだというプロの方にお任せして、そしてそれをちゃんとちょっと背伸びした川島ノエル自身が全力で乗っかってアイドルでいることを約束した上で、ここでは等身大の川島ノエル、内側の川島ノエル、純プライベートの川島ノエルがどんな人なのか、どんなことが好きなのか、どんなことがやりたいのか、どんなことができるのかっていうのをお見せしていけるような、ある種のポートフォリオみたいな動画のアップロード先っていう感覚です。ここまで長々と話してきましたが、まだ別にお話を終わろうと思ってるわけではないんですけども、もう少しだけ僕の考え方にお付き合いいただけたらなと思います。芸歴で言ったらもう21年22年と長くやっている僕なんですけれども、もう忘れちゃってることかもしれないけど、やっぱり我慢してこなかったって言ったら嘘になるし、やりたいことが全部できたかっていうとそういうわけではないし、すごい下積みも長かったから、ある意味今もちゃんとメジャーデビューはさせていただいてるけれども、この今のこの時期も何かを得るために動き続けなきゃいけないとも思っているし、結局いつまでも満足しないままここにいることは確かなので、自分の人生に満足いっていないよっていう動詞にお話ししたいなって思うんですよね。本当に自分の望んでいる場所じゃなくて、今置かれている場所で咲きなさいっていう風に言われることだってもちろんあるし、努力をしたからって必ず報われる世界ではないし、やりたいことを本気でやっている人がわがままだねって思われる世界だったりもするし、本当に綺麗事だけじゃ生きていけないような世の中であることはきっとなんとなくみんなも分かってると思うんですよ。誰々はこうしてるから自分もこうしたいんだよね。テレビの中のあの人はこう言ってるから自分もこう思うんだよね。iPad の中の人はこういう風に遊んでるからそれでもお仕事になるんでしょとか、いろいろ言われた時に、赤の他人だったらそうだねって笑って過ごせるかもしれないけど、それが自分の子供だったらそんなことないのよ、
あの人はあの人ですごく努力してここまで来たのよとか、あなたの想像し得ない場所でこれだけ大変な思いしているのよとか、でも中には本当に大変じゃなくそれやってる人がいるよとか、あなたは本当にそれが大変だと思わなくて幸せで何にも困らずやっていける才能がもしかしたらあるかもしれないよって教えるとか、いろんなことを言わなきゃいけない立場になっていたとしたら、世の中もっと綺麗事だけで生きていけたらいいのになってより思うと思うんですよね。自分自身に何かを問いかけた時とか、それこそワクワクしている時とかって何でもできるんじゃないかとか、自分自身に甘えてしまう時、甘えたくなる時があると思うんですけど、それが自分じゃなくて自分の身の回りの本当に大切な人だったりとかが同じことを言ってきたら、もしかしたら自分の本当に持ってる価値観とこの人にはちゃんとこう伝えなきゃいけないんだっていう現実みたいなものを使い分けてお話しするんじゃないかなって。だから僕自身も YouTube を始めたいんだっていう思いがあった時に、その自分の中にいるワクワクした少年の川島如恵留が言っていることをなるべく否定はせずに、じゃあこうしてみたらいいんじゃない、このことについてちゃんと考えてる、じゃああれはどうなってるのっていうのを過保護になるぐらいいっぱい言ってあげて、そんなにチャンネル登録者数だって見込めるわけじゃないし、一回 YouTube を始めてしまったらきっと終わることなんてできないよ、ずっと本当にやり続けられんの、しかも収益化しないなんて本当、あなた自分で自分の首絞めてないとか、いろんなことを言ったんですよ。でその一個一個を全部解決していって、これなら大丈夫だって、これをやるためにこれだけの期間これだけの額貯金してきてるんだからとか、大丈夫、そのためにちゃんとお金のことを勉強したんだよとか、あくまでも本業としてずっとそれを続けていくのであれば、辛い時期になったりとか、投稿時期に追われたりとか、編集に追われたりとか、自分の首を絞めてるってことになるかもしれないけど、これは本業ではなくお金も発生していないことだし、自分の趣味としてやってるんだから、週1本だろうが週2本だろうが、はたまた月0本だろうが、いろんなパターン別に自由にやればいいんじゃないって。お金も取ってないし、何時に上がらなくてごめんなさいって謝る必要がないとか、そういう風に自分を守ってあげることも大事なんじゃないって思ったからこうしてるんだよって答えたりとか、自分自身を、川島如恵留自身も見てもらうためのこのチャンネルだけど、その一つの大きな目的の後ろに作品作りに対する思いの大きさだったり、いろんなことのノウハウだったり、メンバーへのフィードバックだったり、いろんなことが知識と経験として学べるからやるんだよとか、最初はただ自分の胸の内にいたワクワクした YouTube やりたいって言ってた少年だった自分がちょっとずつ勉強して、これなら大丈夫っていう解決策を講じて、これとこれだけはちょっと難しいかもしれないから、そうだ、じゃあこのアイデアでこの悩みを壊そう、この悩みを悩みじゃなくて強みに変えちゃおうみたいな、そんな思考になれて、ちょっとだけこの子も成長したのかなって。何にも気にせずに、とにかく自分を楽しませてあげられるような、昔の自分を楽しませてあげられるような、そんな公園みたいな楽しい場所ができたらいいなって。無料で使えて、周りにももしかしたら人がいて、一緒に遊んで、自分一人でも一人遊びができて、たまには雨とか降る時あるかもしんないけど、でも晴れたら気持ちいい芝生の上で走り回ってる、そんな心の中の幼い自分をこれからも大事にしてあげたいな。そのために保護者の自分がちゃんと、代表取締役としての自分がちゃんとバックについてるよっていうのを、このチャンネルではしっかりと届けていきたいなと思います。長々と喋ってしまいましたが、全てが楽しいことだけのチャンネルになると思います。自分のやりたいこと、勝ち取りたいこととか、将来的にはあれ伏線だったんじゃないのってなるみたいなことが起これば、それはすごく幸せなことですし、そうなった時に、なるほど、このやり方もあるのかっていう新たなブレイクスルーとしての役割にも一役変えたら嬉しいなって思います。長くはなってしまいましたが、また別に多分自己紹介動画とかもきっと撮るし、あともうすでに何本か撮影もしているし、作品として仕上がるものもそうだけど、ゆくゆくはね、いつか生配信とかもできたら面白いなとは思っていますが、まずはとにかく自分が楽しめる、そんな場所を自分にご褒美としてプレゼントしてあげるみたいな感じのチャンネルですので、気楽にですね流してもらえたら嬉しいですね。極論ですけど、ほんとチャンネル登録とかしなくて大丈夫です。そのままで大丈夫です。こんなこと言ったら YouTube をね、本業でやられてる方が、お前何言ってんの、そんなこと言ったらチャンネル登録者数増えねえだろうとかって絶対言ってきてくれるんだけど、アドバイスくれるんだけど、本当に正直絶対チャンネル登録してください、お願いしますみたいな思いはなくて、
ほんとただ届く人が増えたらいいなって、いろんな人にこんなやつもいるんだ、へえおもろいじゃんって思ってもらえるだけで十分なので、チャンネル登録はしなくていいから、こうなんか誰かに川島ノエルくんって子がノエルの隙間時間っていうチャンネルを立ち上げて、なんかダラダラ喋ってるよ、なんか変だから見てあげてみたいなぐらいの共有とかはしてもらえたら嬉しいなと思います。これからは勉強とかゲームとかいろんなコラボとか資格を取ったりとか、幅広く自分のやりたいことをただただ月何十万もかけて楽しんで運営していくというチャンネルになりますので、誰からも1円も取りません。もしよろしければあなたの生活のどこかに、人生のどこかにね、このノエルの隙間時間をギュッとあなたの隙間時間に埋めてあげてください。そしたら僕すごく嬉しいです。こんな私ですけれども、いっぱい苦労してきました。いっぱい苦労した分、今すごい楽しんで行かせていただいております。正解はわかんないですが、でもきっとこの先もニコニコしながら、楽しみながら、時には真剣になりながらいろんなことに挑戦していきますので、そんな挑戦しているその川島ノエルの隙間時間を一つのエンタメとしてあなたに届けていきたいと思いますので、これからも引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました。以上、ノエルの隙間時間でした。